幸せの道はできるできないじゃん。ずっと指切りとっとと胡蝶さん。隣の隣と申します。もしもし、大丈夫ですか？私は隣の隣の隣です。今回も胡蝶忍の名言集を声真似を交えて発表していきたいと思います。前回の動画の続きです。まだチェックしていない方はこちらの動画のリンクが概要欄にも貼ってあります。それでは早速今日も行ってみましょう。虫の呼吸、精霊の舞、複眼六角。さらなる大量の毒を打ち込むために素早い六連撃を放つ技。その速さは尋常じゃなく、ドーマにも今までの柱で一番速いかもと評されるほど。虫の呼吸、五光の舞、百足蛇腹。ドーマの首に毒を打つべく四方八方にうねるようなステップを踏みます。この踏み込みの強さは凄まじく、足場の端が一歩ごとに穴が開くほど、とても37キロとは思えません。そして撹乱の後に渾身の一突きを放った技、見事ドーマの首にヒットします。胡蝶さんはすでに致命傷を負っているにもかかわらず、根性と覚悟の強さで放った技。この辺りからは涙を流しながら毎回読んでいます。幸せの道はずっと遠くまで続いているって思い込んでいた。破壊されて初めてその幸福が薄いガラスの上に乗っていたものだと気づく。そして自分たちが救われたように、まだ破壊されていない誰かの幸福を強くなって守りたいと思った。ドーマに決死の攻撃を放ちながら、胡蝶さんが走馬灯のように過去を思い返し、自分が思ってきたことを吐露するシーンでのセリフ。胡蝶さんならではの綺麗な詩的表現が詰まった大好きなセリフです。このような過酷な環境で生きてきたからこそ思うのであろう。その一つ一つの言葉には重みがあり、読むたびに背筋が伸びるような気持ちになる。とてもありがたいお言葉だと思っています。できるできないじゃない。やらなきゃならないことがある。攻撃後の一言。鬼殺隊であるならば、鬼と戦う上で誰しも決意しなければならないこと。助からないほどの傷を負ってなお己を鼓舞し、最後の時までその覚悟を忘れない胡蝶さん。一生ついていきます。ずっと怒ってますよ。以前炭治郎に怒ってますかと聞かれたことを思い出した時の心のセリフ。怒りの理由、それは殺されてしまった家族やカナオ以外の継子のことを思ってのことだったと改めて語られます。ほんと頭にくる。ふざけるなバカ。なんで毒効かないのよこいつ。バカ野郎。命がけで打ち込んできた毒を受けてもドーマを倒せなかった時のセリフ。そして地獄に落ちろ。ドーマに言い残すことはと聞かれ、言い放った一言。私も涙ながらに激しく同意しました。そしてこの後、ドーマに抱きかかえられたような体勢でサバ折りのように締められ、骨を折られてしまい、胡蝶さんは命を落としてしまいます。胡蝶さん、指切り減満、約束です。胡蝶さんが死んでしまったことを思って、この後伊之助は激高することになります。思い出される胡蝶さんの笑顔が印象的で、また泣けてきます。必ず私が鬼を弱らせるから、カナオが首を切ってとどめを刺してね。
カナオの回想。胡蝶さんは己の体に37キロ分の毒を仕込み、自身が鬼に食われることでその毒を全て打ち込むという驚愕の作戦であったことがここで明かされます。最初から命を投げ打つ覚悟であったことを知り、感服するしかありませんでした。なんという覚悟なんでしょう。あ、やっと死にました？よかった。カナオと伊之助の活躍により、ようやくドーマは倒れ、消えゆく時に脳裏に現れた胡蝶さんのセリフ、とうとう来ました。いつもの調子で煽ってくれて、こちらもすっきりします。報われましたけど、涙は止まりません。とっととくたばれ、クソ野郎。消えゆくドーマに一緒に地獄へ行かないかいと言われ、言い放った一言。胡蝶さんとは思えない、これ以上ない汚いセリフで一周します。クソ野郎の正しい使い方があるとすれば、まさにこの時ですよね。ここですっきりした読者も多いのではないでしょうか。私隣もドーマには頭に来てたので、もう一回言っちゃいますね。このクソ野郎。頑張ったね、カナオ。辛くもドーマに勝利したカナオが過去を思い返し、自問しているところに、胡蝶忍、カナエの二人のイメージが現れ、カナオの頭に手をやり、優しく語りかけた一言。今までの苦労が一気に清算されるかのような慈愛がこもったセリフで、私じゃなくてもここで涙した人たちは数えきれないと思います。頑張ったね、胡蝶さんと私からも言ってあげたいですね。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。今回は収録できなかった胡蝶さんのシーンもあるので、他にもおすすめのシーンやセリフがあれば、ぜひコメント欄でお話ししてもらえたら嬉しいです。今後も胡蝶さん含めいろんな漫画、アニメのことや歌などもやろうと思っているので、ぜひまた見てくださいね。私は隣の隣で待ってます。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。切実な願いです。